さあ変わっては街中にある個性的な専門店に潜入するシリーズ企画なんですけどね、不思議な専門店でして、はい、本当に儲かってんですかっていう大変失礼な企画なんですけども、一見するとこうねちょっとお客さんがあんまりいらっしゃらないようなんですけども、どうしてそう続いていらっしゃるのかというね、気になります。徹底調査しました。30種類の炭が並んだ木炭の専門店にボードゲームだけを販売している個性的な専門店。街中をよーく見てみると、どんなお客さんが来てどのように成り立っているのか、ちょっと気になる専門店がたくさんあるんです。うわー、すごい数。300種類以上が並ぶ額縁の専門店。なんとなくフラッと立ち寄ってみたみたいなお客さんはほとんどいない。今はほとんどいらっしゃらないですね。さらに住宅街で見つけたのは和服の染み抜きにこだわる職人さんのお店。どれぐらいの数のお客さんがいらっしゃるんですか？今日はちなみに1人。ぶっちゃけ儲かってるんですか？客足がないように見えてもなぜか続いている不思議な専門店。お店は儲かっているのか、徹底調査しました。さあ、市電が走る札幌山花エリアにやってきました。さあ、今回伺う専門店はどこですか？はい、こちらのお店です。はい、なんでしょう。絵画ですか？絵画の周りについてるもののお店です。額縁の専門店ってことですか？額縁って普通のお宅ではそんなに見ないような気がしますけど、アートにこだわるお客さんとかが来るんでしょうかね。早速お店を探して歩いてみると、ありましたよ、看板が野田額縁店って書いてますね。こちらが店舗だ。うわ、なんだか新しい感じのお店のように見えますけど、住宅街のマンションに入っているのがこちらの野田額縁店。ちょっぴり入りづらそうな雰囲気ですが、近所の皆さんはご存知でしょうか？何のお店かご存知ですか？額縁店って書いてあるので、額縁のお店かなって。はい入ったことはないんですね。ないです。入ったことあります？いや、額縁今必要ではないので敷居が高いような気もするんですけど、一体中はどうなっているのか、勇気を出していざ潜入です。はい、失礼します。すごいぞ。いきなりお邪魔します。いらっしゃいませ。これちょっと壁一面にあるの全部額ですか？すごい数。なんだかかなり格式が高いなっていう雰囲気がしますけど、すごい数の額が置いてますけども。そうですね、はい。何点ぐらいあるんですか？多分300から400ぐらいですかね。この中からお選びいただいて額に作るという。こちらの野田額縁店、創業は1927年で、札幌で100年近くも額縁一本で営んできた歴史あるお店。店内にある額縁をそのまま売るだけではなく、スタッフがお客さんの相談に乗りながら世界に一つだけのオーダーメイドの額縁を作れちゃうお店なんです。額縁にもオーダーメイドっていうのがあるんですか？ところで皆さん、額縁に収めるものといえばこうした絵画や賞状なんかを思い浮かべると思いますが、はい、なんせ額縁に特化した専門店、意外なものまでたくさん揃っているんです。これって靴？そうなんですよ。お子さんが初めて履いた靴をですね、記念に取っておくという形で。こういう手があったのか。箱を作ってしまえばどんな厚いものでも入ります。他にも野球のユニフォーム、ここのお店でなんか飾ってるのありますね。さらには愛車のハンドル、そしてボールや楽器まで額縁に入れることができちゃうんです。でこの他にも気になるものを見つけちゃいました。ひょっとしてポケモンカード？近年結構こういうカード類を入れたいとかっていうお客様も多いので。じゃあ結構若い方もこういうふうに額装される？そうですね。令和の額装ブーム来てるんじゃないですか、これ。そうかもしれないですね。ねえ。はい。
そして今回私もディレクターからロケにあるものを持ってくるよう言われていたんです。はい。私がですね、はい。サンコワイドのリポーターとしてデビューするよって言った時の新聞記事のコピーなんですけど、新聞の記事になった。はい。実家の冷蔵庫に貼ってあったんですよ。だいぶ色あせてるんですけど、はい大事な記事だ。そう私がドサンコワイドに初出演したのは2004年。おお。今から21年も前になるんですね。あ、なんかちょっと格好つけてないですか。そう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 。これはじめまして、天谷秀幸です。あらよろしくお願いします。こちらこそ。あららららら。最初の頃は名字が漢字だったんですね。そうなんだ。忘れてました僕も。自分でも忘れてないです。冷蔵庫に貼ってるのもかわいそうなんで、そうですね。はい。学装してあげたいなと思うんですけど、はい。一緒に選んでもらっていいですか？あ、はい。喜んで。お願いします。なんかこっちのケントみたいな。一度ケントじゃないです。流行りの。さあということで早速新聞記事に合う額縁から選んでいきます。新聞ですので、黒にしたり濃くするとこうはっきりするので、結構目立つ感じですね。あとこのシルバー系ですね。私的には結構こういうちょっとこうおしゃれな感じの方が任せますもう斉藤さんに。そして額を決めた後にもまだ選ぶものがあるんです。作品と額縁の間を埋めるのがマットという部分なんですが、このサイズや色合いで額縁の雰囲気も大きく変わるんです。例えばこう金ピカにするとこうちょっと恥ずかしいですねこれ。金ピカはなんか自分大好きなやつみたいです。まあ本来ならちょっとこういうチャコール系をこうのせると、おー、で色が濃くなれば前にグッときますし、あ、これこれもいいですちょよね。っと僕好きかもしれないですね。これでいきますか。はい。じゃあこちらでお作りします。ああ、じゃあよろしくお願いします。作っていくんだ。そうなんです。本来はオーダーから受け取りまで日数がかかることも多いんですが、今回は特別にその場で作っていただきました。完成品がこちら。一応こちらですね。はい。ちょっと出来上がる。おお。立派。冷蔵庫に貼ってあったあの紙がこんな立派なものになりましたよ。参考に世界で一つだけの額です。嬉しい。さあここまで額縁の魅力はたっぷりと分かりました。ただ気になるのはお店にどんな人がどのぐらい来るのかっていうことですよね。はい、別の日に店内を撮影した様子です。開店から1時間ほどで最初のお客さんと2人目のお客さんが相次いでやってきました。建築の CG のパースの絵を収めるための額縁を買いに来ました。5年ぶりぐらいですね。この後もお店を訪れたお客さんの人数を数えてみました。閉店は午後5時。この日やってきたお客さんは全部でたったの5人。正直繁盛しているようには見えません。5名っていうお客さんはお店としてはそうですね。平均的だと思いますけども。お客さんがほとんど来ていないのになんだか余裕そうな表情。大変聞きにくい質問なんですけども、はい、ぶっちゃけ儲かってますか？今やネットで額縁も買える時代、1日5人のお客さんで儲かることってあるんでしょうか？まあなんとかやっていけるっていうような感じでしょうかね。なんとかやっていける。そこまで困るっていう感じではないので。これはね、商売ですからね。でもお客さん5人でなぜ儲かっているのか、秘密がこちら。斉藤さん、いつものスーツ姿ではなくこの日は作業着を着ています。一体何してるんですか？額縁の方をお届けして取り付けにしにお伺いします。実は野田額縁店、個人のお客さんだけではなく企業やホテル、道庁や市役所なんかからも額縁の注文や取り付けの依頼がたくさんやってくるそうなんです。ホテルって結構飾ってますもんね。やっぱり100件とか200件年間回ってると思うんですよね。お店で作った額縁の取り付け作業も企業などには受け付けていて、時には1回で数十枚の額縁を注文されることもあるんですって。ありがとうございます。想像よりも
うちだけへの強みみたいなのってありますか？額縁自体は額だけでは売れないので、やっぱりマットとかいろいろお選びする形取りますので、やっぱり専門のスタッフがいないとやっぱりネットとかだと買いづらいかなとは思いますけどね。思い出のものは自宅にしまっておくだけでなく、こうして額縁に入れて目に見えるところに飾ってみると愛着もより湧いてきますよね。さあ今度は豊平区にやってきましたけども、続いてはどんな専門店なんですか？目の前のこの店です。あ、ここかい。染めるの文字がありますけど、ほう、三ツ矢染舗っていうのかな。大正7年創業、老舗ですね。国道36号から一本北側に入った道路沿いにあるのがこちら、昭和の雰囲気を醸し出すお店。一体何の専門店でしょうか？失礼します。あ、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。すみません、どさんこバイドの天谷と申しますけども、こちらは染舗って読むんですかね、あれ。はい、そうです。って書いてますから、はい、染め物屋さんかなって思ったんですけど。はい、昔は祖父の時代はのれんとか旗とかこういう着てる斑点とかの染めがメインの店だったんです。で現在は私がその後着物の丸洗い染み抜きとかやっております。てっきり染め物屋さんかと思ったら、和服の染み抜きやお手入れを専門に扱う職人さんのいるお店だったんですね。店主の三ツ矢さんは染み抜きに関する国家資格の1級もお持ちなんだとか。すごい染み抜きってどんなものなのか、作業場にお邪魔しました。これどういったお着物なんですか？これは成人式とかに着る振り袖、襟周りに口紅がついてます。あとは袖にちょっとボールペンがついてますね。ボールペン。クリーニング屋さんでは取れない代表格じゃないかなと思いますけれども。取れない。これ三ツ矢さんの手にかかったらもう簡単に。はい、いや簡単ではないんですけれども、ちゃんと落ちますよ。落ちますこれ。染み抜きには何やらすごそうな機械を使うみたいなんですが、お値段100万円以上もする専用のものなんですって。まずは秘密の薬剤を染みの上に塗った後に、はい、優しく優しくこう手で揉んでいきます。それで上から、おー、あれ汚れが一気に消えたぞ。こちらの機械では汚れを落とす薬品をスプレーのように吹きかけながら、同時に作業台の裏からは掃除機のように吸い込むことで服についた汚れを落としているんですって。さすがこれも専門店ですね。早速染み抜きの成果を見せていただくと。どこにあったっけ？ここら辺とここら辺かな。いや、ちょっとぐらい普通なんか名残っていうかないですか？名残があったら染み抜き屋としては全然ダメです。かっこいい。うっすら跡も残ってないんだ。ないんです。もともとあった口紅とボールペンのシミがご覧の通り、あっという間に綺麗さっぱり消えてしまいました。どう金子さん。魔法みたいですね。この他にも服の変色した部分に塗料で色を重ねて汚れを分からなくする色かけという技術もあり、そう経験を積んだ職人さんにしかできない難しい技なんだそうです。まさに職人技なんですね。そんな三ツ矢さんの腕を頼ってお店には着物を扱う業者さんたちもやってきます。お客様に頼まれた仕立てにシミがあったので、それを抜いてもらうのに来ました。ここでしかできないですね。この応用で洋服もやってるんですよ。ほう。三ツ矢さん、和服で培った技術を洋服にも応用し、お手入れの難しいコートやニットの染み抜きなんかも引き受けているんです。もともとは和服を中心に扱っているお店でしたけども、和服の数っていうのはやっぱり減ってきてますか？和服自体は非常に減ってますね。
多い時は3人5人っていらっしゃることもあるんですけれども、0人の時もあります。ありますか。はい。染み抜きの凄さは分かりましたが、洗濯の技術も年々進化するこの時代、染み抜きだけで商売は成り立つのか。そんな中で大変失礼な聞きにくい質問なんですけども、ぶっちゃけ儲かってるんですか？創業100年を超える昔ながらの染み抜き専門店、令和の荒波を生き残ることはできるんでしょうか？まあぼちぼちでんなとしか言いようないですね。ぼちぼちでんな、それなりにっていうことでよろしいですか？そうですね。一日その0人の日もあると、はい、その中でやっていけるものなのかなって思うんですけど。来ないお客さんもいっぱいいるんですよ。来ないお客さんもいっぱい？来ないお客さんと、来ないお客さんとは一体何なのか、そのヒントは三ツ矢さんが触るこのパソコンにあった。今は何されてるんですか？今はブログの更新ですね。今日やった仕事、こういう染み抜きしましたっていうことを全国の皆様に発信してますね。実は三ツ矢さん、お店を営業している日にはブログで仕事の様子を毎日発信。かなり力の入った記事を書いているんです。そんなブログを見た全国各地の人たちから染み抜きの依頼が殺到し、お店には次々と郵送で服が届けられていたんです。ブログって書くべきだなって知ってもらう、発信するって大切なことですよね。三ツ矢さんの思いやりと影の努力っていうのがよくわかりました。ありがとうございます。長年培ってきた職人技は令和の今もまだまだ引く手あまたです。さあいかがでしたか？直接お客さんが来る来ないじゃないんですよね。SNS 使ったり自ら出向いていって売り込むとかってねこともありますけどね。プロの技すごいですし、本当にこだわりが詰まっていますよね。額縁なんて今推し活なんてね。で、金子さん推してる人いるんですか？なんか推している人、そうですね。いないようです。どうしよう。考えておいてください。ね、次まで考えておきます。どちらのお店も来店するお客さんは少なくても必要としている人が多いんだなということが分かりました。マニアックな専門店、まだまだ調査していきますよ。珍しい専門店ってことはそれだけ競合する会社がいないっていうことなんで、だからこそ求められるってことなんでしょうね。